死者の王。地獄の釜の蓋が開くお盆の季節。死者の霊が地獄から抜け出してこの世に帰ってくる。地獄の閻魔様は日々死者が生前犯した罪を裁き、その罪の重さに応じて様々な地獄に落としているが、同時にその業を自ら背負い、一日に3度、地獄の鬼たちにドロドロに溶けた煮えたぎる銅を飲まされて、その苦しみを耐え抜くのだという。そんな閻魔様にも休みがある。毎月16日は閻魔様の縁日で、旧暦1月16日を閻魔祭日、お盆の時期と重なる旧暦7月16日を閻魔大祭日といい、この日ばかりは閻魔様を休みを取るのだ。地獄の鬼たちも亡者を責め苛むことをやめ、休みを取るために地獄の釜の蓋が開け放たれ、死者の霊が一斉に地獄の穴から抜け出してこの世にある故郷に帰ってくるのである。この日はかつての商家などでも藪入り、後の藪入りと言われ、奉公人も休みをもらい、ふるさとに帰って家族水入らずで過ごしていた。また釜蓋1日とも言われ、旧暦7月1日に地獄の釜の蓋が開けられて、みそかまで開け放たれているとも言われている。お盆の起源については、お釈迦様の10代弟子の一人、木蓮と、餓鬼道に落ちた母の裏盆経というお経に書かれた話があるが、死者を裁き、その裁量を握る閻魔様の起源についても、インド神話に残されている。閻魔様の由来とされるヤマが、インド神話において人類最初の人間であり、人類最初の死者として王となった話である。閻魔様ことヤマと、その双子の妹ヤミーは、太陽神ヴィヴァスバットの双子の子供であった。妹のヤミーは兄のヤマを愛し、子孫を残すために夫婦の契りを交わそうと情熱的に誘惑していた。一方ヤマは天に沿わない行為だとしてそれを頑なに拒んだ。しかしいつの間にか二人は結ばれ、人類最初の人間が誕生したのである。その後ヤマは冒険者となり、死者が進む道を発見した。そして人類最初の死者となったのである。残されたヤミーは、今日ヤマが死んだと泣き叫んだ。その頃はまだ夜がなく、ヤミーは神々に慰められるたびに、今日ヤマが死んだと言っては泣いた。神々はヤミーがヤマを忘れられるように夜を作り出した。ヤミーは夜を越えて、昨日ヤマが死んだと泣いた。そうして夜が来るたびに
山の死はどんどんと遠くに離れていき、ヤミーは死の悲しみを乗り越えて立ち直ることができたということである。人類最初の死者となったヤマは死者の国を治めて王となった。そうして中国の道教、日本の仏教に取り入れられ、死者の罪を裁く冥界の王、閻魔大王となったのである。そんな閻魔大王がひとときの安らぎを得る日に地獄の釜の蓋が開いて、地獄の鬼たちも地獄で焼かれる亡者たちも死者も生者も皆が休みをとって、死者の霊はこの世のふるさとに帰り、生者は死者を弔うのである。死者を思いつつ世を超えて悲しみを超えられるように。ああ、しかし命も休日も儚いもので、次に地獄の釜の蓋が開く日が待ち遠しいものである。